はい、皆さん、こんにちは。モノルの管理人です。皆さん、コントローラー正直高くないですかっていうのをちょっとお話したくて、今これ、うちのサイトで見てるんですけど、8000円ぐらい、1万円超えてる3万5千円やる先生1なんか最近3万4千円ぐらいで、ね、値上がりしましたし、円安の影響とか物価高の影響で、軒並み7000以上とかですよね。で、こういうスイッチ向けコントローラーだとちょっと安かったりとかしますけど、まともに Apex とかで PC で使おうと思ったら、8000円から1万円超えてくるようなコントローラーばっかりかなって思うんですけど、ちょっと高いっすよね。ただでさえ食費とかも上がってんのに、いや、コントローラーに1万円はちょっと払えないなっていうのは正直思うんですよね。安くて使えるならそれが一番いいじゃないですか。はい、そこでちょっと面白いコントローラーを見つけてきました。はい、これゲームサーのノバっていうコントローラーなんですけど、はい、これなんとお値段が4000円切ってるんですよ。いや、これでちゃんともし Apex とか遊べるならいいじゃないですか。これでよくねっていうね。なんでちょっとこのコントローラー、本当に Apex で使えるのっていうところをちょっと見ていきたいなと。一個だけ注意点があるので、それも含めてレビューしていきたいなと思います。はい、これ箱なんですけども、ゲームサーって書かれててね、このシール剥がせば開くようになってます。ちょっとね、カラーリングがちょっと独特で奇抜なんですけど、一応背面ボタンとかもついててね、これなら、スライディングとかしゃがみとかジャンプとかね、背面ボタンでできるんで、いいかなと思います。で、これ一応スイッチで使うっていうのがメインのコントローラーなので、トリガーはアナログトリガーじゃなくて、ボタン式のトリガーになってます。はい。じゃあ早速開封していきましょう。はい、出てきました。なんか、ちゃんとこういう入れ物に入ってるんですね。なんか、この分安くしてほしいなぐらい思っちゃうような値段なんですけど、はい、開けると本体が出てきます。パッと見の見た目の印象はね、だいぶやっぱり作りはそれなりの値段なりかなっていう気はします。特にスティックの作りとかね、これ1個のプラスチックで作ってるこのスティックを結構チャチーですね。でもね、スティックの触り心地とかは全然いいですね。ボタンとかは全部メンブレンですね。ここも届くかな。LB、RB、RT、LT。これ ZL、ZR って書いてあるんでね、スイッチなんで。で、ボタンの配置も、こっちが A、B、X、Y っていう配置になってます。これ、パソコンに入力するときも、ここが A、B、X、Y って入力されるので、普段プレイステーションとか Xbox の配置に慣れている方は、かなり違和感があるかなとは思います。で、これが、このコントローラーの設定をするための M ボタンっていうのがあります。後でね、デッドゾーンの切り方とかも見ていきたいと思います。はい。で、背面はこんな感じ。背面ボタンはちょっとマウスクリックのような感触があります。押し心地はちょっと硬めかなとは思いますけど、握りって押しやすい位置にあって、よいしょ。こんな感じで、ちょうど中指で押せますし、袋持ち、モンハン持ちとかでも薬指でね、押しやすい位置にあるかなと。ギュッと握り込んでもしっかり押せますし、いいんじゃないかなと思いますね。はい、その他にこの中に、よいしょ。こういう茶箱が入ってまして、中には結構分厚い取扱説明書が入ってますね。USB ケーブルは布織りではない、もうシンプルな、よいしょ。こういう USB ケーブル。一応 USB Type-C なんですけどね。はい、USB Type-C のケーブルがついてます。1メートルぐらいかな。あんまり長そうではないですね。説明書なんですけど、
残念ながらですね、日本語がありません。そこはちょっとマイナスかな。3000円台でこれならまあいいんじゃないっていうふうには思うクオリティはあります。あと1点だけ気をつけてほしいのが、これ一応 C マークとか入ってはいるんですけど、技的マークがありません。Bluetooth とか無線接続はしないでくださいと。基本有線で使うコントローラーってことですね。はい。で、ゲームサーノバのもうちょっと詳しいスペックについてちょっと見ていきましょう。遅延が7.7ミリセカンドということでね、最新のコントローラー4ミリセカンドとかある中でちょっと遅めではあります。ただ、純コンと比べてね、特にデュアルショック4と比べて遅いっていうわけじゃないですし、十分使える遅延です。で、なんとこのコントローラー、たったの3955円なのに、ホールエフェクトスティックです。スティックの重さは 60g フォースということで、純コンなんかが 75g フォースなので、2割ほど軽くなってます。なので、近距離とか OEM しやすいです。そうですね、ポーリングレートは 500Hz です。ポーリングレートについては後で実際に測ってみたいと思います。本体重量は 217g ということで、めちゃめちゃ軽いですね。これなら長時間でも全く疲れることはないと思います。はい。じゃあ、つなげていきます。ゲームパッドテスターにつないでみていきたいと思います。今これデッドゾーンが多分入っているようですね。なので、ちょっと大きめにデッドゾーン入ってるかな。5% ぐらい入ってそうな感じがしますね。はい。サーキュラリティも見てみましょう。はい。だいたい 0.78% かぐらいですか。深淵からずれてる感じですね。なので、ちょっとだけ斜め入力しても、マックスに判定されるようになってますね。はい。すごく、でもこの辺の精度は高いような印象があります。じゃあちょっとデッドゾーンをオフにしてみたいと思います。デッドゾーンをオフにするには、この真ん中の M ボタンとスティック押し込みを2秒間同時押しすればできます。やってみます。はい、プルッと震えて、はい、これで右スティックがデッドゾーンオフになりました。左スティックもやってみます。はい、できました。デッドゾーンオフにすると、ちょっとテストサーキュラリティの結果もちょっと変わりました。さっきよりもマックス判定される範囲が広くなってます。ドリフトですけど、中心点からのズレはほとんどないですね。かなりいい感じですね、これ。ほとんどずれてないです。ただ一応これ、再センタリング、再キャリブレーションもできるようになってます。はい、スティックの再キャリブレーションは、マイナスとホームボタンとプラスボタン、この3つを2秒間同時押しします。そうするとこんな風に白く点滅します。なので、3回同じ方向にぐるぐる回します。できたら B ボタンを押します。はい、これで再センタリングができたので、もう一度ゲームパッドテスター見ていきたいと思います。あ、すごいですね。なんか、これは相当中心しっかり捉えててドリフトないですね。反応もすごくいいです。あ、これは素晴らしいですね。この価格でこれだけ精度の高いスティックが手に入るんだったら文句ないですよね。各ボタンの反応もすごくいいです。はい、すごくいいですね。はい、そしたらちょっとポーリングレートのテストもやりたいと思います。うん、十分に 500Hz ぐらいは出てそうな感じですかね。ちょっと上がり下がりが若干あるような気はします。たまに 300Hz ぐらいになって、安定してきたら 500Hz 超える感じですかね。そういうムラっ気はちょっとあるような気はしますけど、十分に出てるかな。今ちょっと落ちてきて、で、また上がると。250以上は多分出てるんで、純コン以上のポーリングレートは出てるかなっていうところですね。はい。
これだけあれば十分なのではないでしょうか。じゃあちょっとここからは例によってスティックの感度カーブがどうなっているかをテストしていきたいと思います。はい、ゲームサーノバーのスティック感度カーブの計測が終了しました。横軸がスティックを倒した距離で、縦軸がゲームへの入力値になってます。で、ちょっとね、このカーブかなり独特なカーブになってまして、中立付近がかなり低感度なカーブ、5.5ミリ付近から6.5ミリ付近までかなり感度が低くなっているというようなカーブになってます。多分ね、この感度だと、実際使ってみると、特に Apex の43リニアなんかで使うと、すごく低感度な感じになってしまうかなと思います。なので、これ、リニアな感度、順根に近い感度に修正していきたいなと思うんですけど、その設定方法とかはね、後で解説していきたいと思います。でこれ修正するのだいぶ大変なので、ちょっと極端な修正が必要になるかなと思います。まずはね、この感度のままで使ってみてどうかっていうところをね、見ていきます。それじゃあちょっと Apex やってみたいと思います。これ気をつけなきゃいけないのはこっちが A なんでね、間違って B を押してしまって全然押せないというかあるんですけど、でこれも Y はこっちだからこっち押さなきゃいけないですね。ちょっと慣れるまで大変かもしれないです。で、このゲームサーノバーですけど、一応ですね、この A、B、X、Y のボタン配置を変更することもできます。やり方は M ボタンを押しながら B ボタンを2秒間長押しします。はい。これで A、B と X、Y が入れ替わってるはずですので、もう一回ちょっと Apex Legends で見てみます。じゃあこれを B ボタンを押して決定してみたいと思います。はい、できますね。はい、入れ替わってます。Y、X ボタンがここになってるのもわかりますね。なんでこれで一応 Xbox と同じ配置に変更することはできます。やってみます。やっぱりかなり感度は低めですね。でもすごくレスポンスは問題なさそうな感じがします。はい、42の3、1.8ですね、これ。全然ありですね。ちょっとまだ遅いかな。でも十分使えるかな。いいですね、これ。いい、いい。全然当てていけますね。ちょっと腰打ちの感度が低い感じになっちゃいますけど、意外と腰打ちってね、低めの方が良かったりするんで。よいしょ。めちゃめちゃ当たりますね。いや、このスティックは、もしかしたら私の中で過去一いいスティックかもしれないです。すごい滑らかで、ちょっと面積が広いんで、操作しやすいですね。これいいですよ。めちゃめちゃ当てやすいですね。いや、これで良くないか。これでいいじゃん。一応元戻して、43リニアにした状態で、Steam 入力入れて、ちょっと試してみます。はい、まず Steam のライブラリーから、ゲームサーノバーを使うゲームの画面を開いてください。コントローラーが接続されていれば、ここにコントローラーのアイコンが出てきますので、こちらをクリックします。そしたら、Steam 入力の画面が出てきます。ここで Steam 入力を有効にするを押してください。レイアウトを編集、ジョイスティック、右ジョイスティック動作から歯車アイコンをクリックします。デフォルトではこのスティック感度カーブがリニアになっていると思いますので、これをカスタムカーブに変更します。カスタム感度カーブを270に設定してください。
次に下にスクロールしていって、デッドゾーンのところからデッドゾーンソースをカスタムに変更します。右側のスライダーを96に設定してください。デッドゾーンの形は丸のままで OK です。はい、この設定を入れることで、このグラフで言うと、青い線の、感度に修正することができます。もともとが紫色の線なんですけども、特にですね、中立付近の、感度がだいぶリニアに近づくことによってですね、特に APEX の43リニアのような感度でね、違和感が少なくなるような設定になりました。1.5 ミリ付近、2ミリ付近から先、感度が高くなってしまってます。ちょっとね、どうしてもね、中立付近の感度を合わせるとこのようにしかですね、Steam 入力では修正することができません。ただね、実際使ってみると、こういう感度でもかなり扱いやすいビッグ感度になったかなと思うので、ぜひこの感度試してみてください。純根にかなり近い操作感になったと思います。じゃあ打ってきます。完璧ですね、もう。はい、めちゃくちゃ当たります。普段デュアルセンス1とかで何も考えずにひたすら打ってるときだいたい55、6% ですけど、それと同じぐらいですね。当たってます。まあ正直それ以上当たるかもしんないってぐらい当たりますね。ほんのちょっと癖あるかなっていう気はします。中立付近が遅くて 50% 以降はちょっと感度が高いような感じはありますが、めちゃくちゃ当てやすいです。めちゃめちゃ当たりますね、やっぱり。いや。はい。切り返しもしっかり追っていけます。もうこれで全然いいんじゃないかなって思っちゃいますね。はい、もう全然これでいいですね。正直言って。なんかデュアルセンス H3 万円とかですね。レイザーウルヴァリン V3 プロ3万円とかですね。いやー、約10分の1の値段で手に入るこのスティックですよ。これで全然 Apex 遊べます。はい、というわけでゲームサーノバ見てきましたが、いかがでしたでしょうか。なんといってもね、この3955円っていうね、現在の価格ですけど、それでいてホールエフェクトスティックで、しかもこのスティックの精度が非常に高いということで、遅延も全然感じませんし、めちゃめちゃ優れたコントローラーだと思います。これならね、ちょっと APEX やりたいけど、コントローラー高いのどうせ必要でしょって思ってる人でもね、十分に楽しめると思います。まあ見た目とかね、この色味とかね、ちょっと独特なんで、そういうところは価格なりかなってちょっと思ったりはするんですけど、それ以外でね、特に気になるところはないコントローラーなので、非常に素晴らしいコントローラーだと思いました。はい、それで私はこのモノルっていうサイトの管理人もやってます。自分一人でね、作って管理して、更新したりとかもやってるので、もしよかったらですけど、概要欄にリンク貼っておくので、ぜひ、ゲームサーノバを手に入れた方はね、口コミとかもしていってください。モノルではね、口コミほんと大募集中なので、してくださったらめちゃくちゃ助かります。ぜひよろしくお願いいたします。はい、あとチャンネル登録と高評価もぜひお願いします。以上、モノルの管理人でした。ご視聴ありがとうございました。